織田信長は何と戦ったのか。どうする家康に学ぶ日本史。列強の脅威から日本を守る。織田信長は3度にわたって国内における信長包囲網と戦うなど、生涯を闘争に費やして、最後は不運にも本能寺で倒れた。信長は一体何のために、そして何に対して戦い続けたのだろうか。晩年の信長の行動を詳しく調べてみると、実は信長はポルトガルやスペインなど欧州列強の侵略から日本を守るために戦い続けたのである。織田信長の戦いの軌跡を詳しく見ていこう。織田信長は生涯において第1次から第3次までの3回にわたる信長包囲網で国内の反信長勢力と戦い続けた。第1次信長包囲網では三好三人衆が一向宗と結託して信長軍と対峙する。信長は浅井長政の裏切りで金ヶ崎の軒口において窮地に追い込まれたが、徳川家康の働きで危難を脱している。第2次の包囲網では阿波三好氏と増永久秀が同盟を結んで足利義昭を担ぎ出して反織田勢力を結集して信長を苦しめた。第3次信長包囲網では都を追放された足利義昭が中国毛利氏を頼り上杉謙信や増永久秀と連携して信長の天下統一を妨げている。そしてついに天下布武を掲げ反対勢力に立ち向かった信長だが、最後は明智光秀の謀反によって志半ばで倒れてしまう。では信長は一体何のために戦いを続け、本当は何を倒そうとしたのであろうか。当時日本近海の東アジアにはポルトガルやスペインなどの欧州列強の船団が出没していた。そしてフィリピンやインドネシアの一部は欧州の植民地と化していた。特にフィリピンは国名までスペイン王フィリッペ2世の名前を付けられている。ポルトガルとスペインは1494年のトルデシャリス条約によって日本はポルトガルの活動領域であることを両者の間で決定していた。そのため貿易で栄えた泉州堺にはポルトガルの船団が盛んに来航していた。1549年天文18年にはイエズス会のフランシスコ・ザビエルが来航してキリスト教カトリックを日本に初めて伝えている。当初信長は鉄砲や西洋の知識を取り入れるためにキリスト教宣教師を手厚く保護している。信長は安土城下にセミナリオというイエズス会の司祭や修道士の育成機関の設置を許可していた。後に日本史を執筆したイエズス会宣教師のフロイスが信長に謁見したのもこの頃である。しかしキリスト教の布教と植民地化はセットとなっていた。つまり多くの国がキリスト教を布教された後にスペインやポルトガルの植民地となっていたのである。そして信長は宣教師たちから欧州や東アジアの状況を知らされるとともに、ポルトガル人の目的が日本の植民地化であることを見抜くのである。もしも日本が統一されないままで戦国大名たちが自国の経営にのみ明け暮れていると、日本も
ポルトガルやスペインの脅威から逃れることはできないことを信長は憂慮する。特に当時は日本の各地に銀山が開発され、世界の3分の1の銀が日本で産出されていた。欧州人にとって日本は植民地にしたい魅力的な国だったのである。危機感を覚えた織田信長が苛烈なまでに天下布武の達成にさらに邁進したのもこの頃からである。そんな信長の憂慮を知らない大名や本願寺などの既成勢力は激しすぎる信長の行動に反発し、信長包囲網の結束を高めていった。明智光秀を動かした黒幕の存在がさまざまに論議されるのも、それだけこの頃に信長の敵が多かった証拠である。信長はポルトガルやスペインの軍隊が少数であっても、鉄砲と火薬の大量使用による威力によって世界各地を征服したことを知った。そのため信長は泉州堺でポルトガル人から大量の硝酸を仕入れて火薬を製造させるとともに鉄砲を量産させたのである。ポルトガル人は長篠の戦いなどで織田軍団の破壊力を知り、日本征服が困難であることを痛感したに違いない。織田信長の行動の苛烈さ、冷酷さの裏には、日本を欧州列強の脅威から何としても守らなければならないとの使命感があった。その強烈な使命感があったからこそ、天下統一をほぼ実現することができたのである。織田信長が常に戦国武将としてダントツの人気ナンバーワンである背景には、日本人が不運にも中途で倒れた信長への深い敬母の念を感じているからなのかもしれない。